てて車見失って砂漠みたいなところに行った時はマジで死んだかと思ったわ。前回デスバレーに逃げ込んだ土井谷はタイミングを見計らい捜査拠点へと潜入、鍵を入手し車のダッシュに成功したのだった。一方捜査班は捜査組の西尾、加藤が交代の時間に帰ってくると捜査車両がないことに気づく。見張り係の飯野は隣で寝落ちしている。お前ら起きろ。やばいぞ。終わったもん俺。車行かれました。何の車？白？いや、僕らの車です。ちょっと待って、車の人いる。休憩中の岩田、須藤を叩き起こし状況を確認する。状況を説明してくれ、西尾。僕と加藤でも外捜索してるじゃないですか。で戻ってきて、やっと交代だと思って見たらなくなってんですよ。車が？はい。おめえらが見てねえからだよお前。違う、こいつだろ、どう考えても。お前何してたの？寝ちゃってました。いやもう意味わかんないよな本当。寝ちゃってましたってお前通用しねえから。これは本当に確かに俺は本当に申し訳ないです。見張り係の飯野が寝ていたため起きてしまった加護。そう思われていたのだが、だって鍵ここに置いてたわけじゃん。鍵も取られたってこと？そう、それなんで問題が。もっと言えばさ、当然土井隊側からしたらこっちの車両は戸締まりしてると思ってるし、鍵は誰かが持ってるって思ってるんだから、そのアタックをかけてこなくない？逃亡者は鍵の場所もわからないのに捜査拠点に突撃するのかという岩田の一言で事態は急変する。鍵を漁られたってこと？は？戸締まりしてたの？いや、窓は開けてたよ、暑いから。お前外見てたんでしょ？いやだから俺は寝ちゃってたもん。なんでお前まで寝てんだよ。この中の誰かに逃亡者を手引きしたやつがいるんじゃないか、そんな疑心を全員が持ち始める。当時の捜査体制は岩田、須藤は休憩、飯野は見張り、西尾、加藤は捜索だった。そもそも飯野が寝ていなければ奪われることはなかったが、鍵の置いてあった運転席の窓を開けっぱなしで寝ていたのは岩田と須藤。また電波の入らないデスバレーで逃亡者と接触できるのは捜査班組の西尾、加藤しかいない。またお前か？捜査中になんか見つけてこっち連れてきたんじゃないの？やば。俺ら探してたんでちゃんと。というかお前そもそも寝てたのか？俺起きてて車通ってったら頭おかしいだろ。でもそれを確認するのはいないわけじゃん。そこで寝ちゃった上にそのタイミングで出されたっていうのが重なって、まあまあ確かにね、疑われるのはしょうがないと思うけど、よく考えたらさ、テンプルスクエアのさ、そこで逃がしたのもさ、まあ、いわばお前のミスなわけじゃん。昨日のテンプルスクエアの囲い込み作戦の情報ミスも意図的ではないかという疑惑が浮上。そして今回も飯野のミスでたまたま逃亡者は逃げられた。妙に重なる偶然はしっかりと逃亡者の追い風となっている。辻褄が合ってきましたね。よくない流れだと思うよ。なんかお前ほんと白状しないと鉄拳飛ぶぜ。ちょっとさ、LINE 見せろよ。まあまあ別にいいっすけど、まあ大したことないっすよ。どうすか？いや、多分消してるわこいつ。いやないけどないけど多分消してるわ。決してねえわ。徐々に飯野への疑いが強くなるが確固たる証拠をつかめないでいた。するとこれはちょっとあんま良くないかもしれないけどさ、取ってるデータはさ貯めてってるわけじゃん。見る。それやれば分かるで一発で。確かに。いいの。まあいいんじゃない。それでわかんならね。1日目から撮影した元データを確認するという悪魔の提案が、この違反するスルナパワープレイで裏切り者をあぶり出すことに。一個一個見ていくか。これ3日目かな。4日目の昼、テンプルスクエア作戦実行中の車内映像を確認することに。するとで、ここなんか4つ道路に囲まれてて、でまあ大きくなんかブロックが2つぐらいに分かれてんだけど、とりあえず出口2つしかないから須藤とかとそのまま塞いじゃってていいよ。映像には現場組に指示を送る飯野の姿が。しかし飯野は携帯を手にし、手前のブロックの方に
裏口あるんでそこから抜けちゃってください。一応なんか地図には載ってないけど、あれ航空写真とか航空写真で見ると分かるんで、もうやばやだ、横にいたくもないわ。やば。ついに判明した裏切り者。テンプルスクエアで裏口の情報をどいたいに流していたのだ。化けの皮が剥がされた飯野は、これはずるくないですか？何言ってるこいつ。お前ちょっとマジで気持ち悪いわ。ちょっと待って、吐き気してきた。周到に頑張ったつもりだったんだけどな。もうやばいぞ。お前アメリカまで来てこれはねえぞマジで。裏切られていたことに驚きを隠せないメンバー。どっからそれとテンプルスクエアは実際に逃がした？はい、どっから？ポートランドです。は？お前やばいな、結構序盤にやってんじゃん。2日目とかでしょ。逃亡者と飯野が接触したのは2日目のポートランドの尾行作戦中。尾行されていることをどいたりに明かし、飯野がつながっているポートランドの友人を引き合わせてやると提案。もちろん逃亡者は条件を飲み、2人の裏切り同盟は始まった。その後も他の捜査員にバレないような距離感でかわし続ける逃亡者。テンプルスクエアではわざと待ち合わせ場所へ向かい、飯野の指示で包囲網から脱出。須藤のおとり作戦に乗ったふりをして車を入手。 GPS の追跡が困難なデスバレーと逃げ込み巻くつもりだったが、早めに後ろに疲れ、今回の強引な作戦が実行されたのだ。電波が入らないデスバレーで取ったコミュニケーションはハザード。その合図をもとに逃亡者は捜査拠点へ。所定の位置にある鍵を奪取し車で逃亡した。何かの金で一緒に飯食ってたわけでしょ。怖いわ。一緒に飯食ってなんか布団で寝てお風呂入ってみんなで大富豪して大決めてたのに、あれも全部うまくやってたんだけどな。こいつお前いつまでそんなこと言ってるつもりなの？大丈夫だから協力分配5分の1でだからもうそれ以外はもうない。捜査案の分配の5分の1をくれるなら協力すると開き直りを見せるなめ腐った裏切り者に少々痛い目を見させ、どうすんだ。やばいわこいつおら。前疲れてんだよ。死ぬかただ働きどっちがいい。お前らやばいぞマジで。デスバレーって世界最高気温を記録したらしいぞ。いやだからやばいってお前ら。いい場所っすね。人として。なんか毒持ってる生物も結構上よね、いるみたいで。うん。だから置いてっていいのそれで。だから置いてかれるか協力するかどっちだよ。いやほんと人としてやばいぞお前ら。デスバレーで死ぬか俺らに協力するか選べ。お前返答次第ではもうねえかな。もうねえぞ本当に。マジやばいわお前ら。協力するかここに置いていかれるかという究極の2択を迫られた飯野は、協力分配5分の1。いやお前ゼロだよ。お前ダメだなやっぱ。ゼロだよお前。やっぱダメだな。こいつ一回行かせるか。それでも引かないのに捜査案は YouTube では流せないようなあの手この手を使い、なんだ協力で。協力で。無事無償で協力してもらえることに。よしこれ愛は愛は早く行け。デスバレーから抜け出しラスベガスにたどり着いた逃亡者。ハンバーガーを食べ腹ごしらえを済ませたところに一通のメッセージが届く。一回ここで落ち合おう。合流しよう。駐車場？飯野から捜査員に裏切りがバレたためラスベガスの駐車場で落ち合って一緒に逃げようとの誘いだった。どっちだろう。いや正直ここまで来たらこのまま一緒に逃げれたらもうほぼ勝ちなんで逃げたいんですけど。しかしそれはいやよかったです。僕のなんかおとり作戦が功を奏してここまで来れてよかったです。捜査員に寝返った飯野からの罠だった。あいいな。ちょっとさラスベガスまでさつまんないからなんか裸で踊れよ。いや捕まっちゃうと思うんだよそれは。大丈夫だよ車の中だから。いやそれはちょっと良くないと思いますよ須藤さん。すっかり敬語が馴染み上下関係が逆転してしまったが、あれじゃない？
すごい。お、すげえ。デスバレーから車を走らせること1時間、最後の手がかりを追い、世界一の陥落都市ラスベガスへとたどり着いた。待ち合わせ場所に到着した捜査員、出口をキャンピングカーで塞ぎ、二手に分かれて土井谷を探す。どこだ。どこにいんだ。でもここだだっ広いなマジで。広大な平面駐車場の中で黒い SUV を探すも、なんだよもう。それらしい車は見つからない。するとやっぱな。その姿を隣の立体駐車場から確認する土井谷、飯野の LINE を怪しく思い、ここで様子を伺っていたのだ。 LINE 来た。どこじゃねえよ。一応足止めのためにちょっともうちょい待ってっていうか。うわー、一回もうちょっと寝ます。軽く寝て考えようかな。疲れたわ。寝返った飯野との別れを悟り、これからの逃亡生活は一人で乗り切ることを心に誓った。あれから4時間、車中で仮眠をとっていた逃亡者がようやく目覚める。夜になり、華々しいネオンの光がより一層の輝きを放つラスベガス。通りには派手な外観の巨大ホテルが立ち並び、さらにその全ての宿泊施設に24時間営業のカジノが併設されている。そんな眠らない街へと繰り出した逃亡者は、すげえなこれ。さっきコンビニ行ったんだけど、コンビニに普通にスロット打ってたし。いや夢あるわこれ。しかしそこには全然いねえな。もうそもそもこの街にいんのかもわかんねえしな。すげえ。早く終わんねえかな俺。どうでもいいんだよな正直。あれから手がかりがなく現場を捜索する捜査員の姿が。しかし夜になり人手も増えたことで捜査はさらに難航していた。どこ行ってんだろうなあいつ。人目につかないとこ、人が多いとこかな。やっぱちょっと入り組んでるからな。カジノとかもあるしね、ちょっと人混み多いから。すると突然衝撃の通知が届く。やばい。いや、こっからだな。なんと残りの逃亡資金をカジノに使い始めたのだ。すぐに通知を追い捜査が現場へ急行したのだが、逃亡者の姿はない。いやーもうだいぶ待ったよこれ。何これ。フロアマップを見せたんだけどさ、あいつめちゃめちゃブラックジャックで負けてんの。あー、もう出てた、激腹立つわ。もう多分そのピンの位置と座席、フロアマップ合わせるとブラックジャックでめっちゃ負けてて、それでそんな使ってんのか。スロットでも負けてんの。現在の状況を整理する。逃亡者からカジノでの合意を示す通知。捜査員は通知の位置情報を頼りにカジノへ向かうも逃亡者の姿はない。通知以外の情報を得られない捜査員であったが、ここで岩田がある不審な通知に気づく。なんか一個だけさ、めっちゃさ、何やってるのか分かんないところにピン刺さってんだよね。しかも500ドルぐらい使ってるから、高すぎでしょ。大掛けかましすぎたの。これが何なのか分かんないんだけど、捜査員の元に届いた500ドルの謎の通知。位置情報とフロアマップを照らし合わせるも、それらしきゲームは行われていない。果たしてこの通知が示す意味とは。そして逃亡者は一体どこへ消えたのか。なぜかホテルでくつろぐ逃亡者。これまでホテルへの宿泊は通知が送られた際、逃げ場がなくなるため断念してきた。この宿泊も当然通知が行き、捜査員がいつ押しかけてもおかしくない状況のはず。
しかしドイタニはこの通知システムの穴とラスベガスという土地の特徴を利用してホテルへの宿泊を捜査班へバレることなく済ませていた。そのからくりとは、ドイタニが何かを購入した際、捜査班へ送られる通知は位置情報とその金額のみ、つまり裏を返すと場所と金額以外はバレずに済むということ。まずはカジノで金の通知を送り続け、捜査班へカジノへ遊んでいると思わせる。ある程度通知を送った段階でドイタニはカジノが併設しているホテルへチェックイン。当然この時捜査班へ通知が行くものの、すでに捜査班はドイタニがカジノで遊んでいると思い込んでいるため、位置情報ではホテルに泊まっているとは気づかず、カジノ内のみを捜索。金額はホテル代ではなくカジノでの大きめの掛け金だと思い込ませようとしていた。つまりさっきの500ドルの通知はホテルへの宿泊代だったのだ。こうして5日目にしてようやく野宿や車中泊から解放されたドイタニはホテルへ宿泊することに成功していた。腹減った。またかよ。シャワーを浴びルームサービスを頼んだドイタニ。さらにドイタニが泊まるこの部屋、実はジュニアスイートルームという少し値が張るランクの部屋を逃走資金を使い宿泊。デスバレータよく言ったもんだわ。本当に死ぬかと思ったわ。いやーにしても今日テンション上がったマジで。勝利を確信し部屋でくつろぐドイタニ。この日はすでにロスからの便は出ていないため、今日はホテルに泊まり明朝ラスベガスからロスへ向かうことに。すると頼んでいたルームサービスがドイタニの元へ届く。確保しよ突如現れた捜査班。実はさあまたもう一個なんか通知入りましたね。しかもなんかその時結構俺らいたよね。いないかな。捜査を続けるも通知が来た場所にいないことを不審がる捜査班。するとなんか俺思ったんだけど、ここのカジノさ、1階がカジノでさ、2階から上ホテルじゃん。でそのピンの打たれた場所のさ、見たら2階のさロビーの場所とかぶってんの。だからあいつもしかしたらロビーで使ったのかもしれない。泊まったのじゃあ。宿泊ってこと？そう、その可能性がある。ここでようやくドイタニがホテルへ宿泊していたことを気づいた岩田。さらに位置情報から泊まっているホテルが判明。さらに金額から詳しい情報を調べると、ジュニアスイート。ジュニアスイート。ジュニアスイートって部屋だと宿泊料金がなんかスイート行かない感じも腹立つしな。スイートひよったなこれ。ちょっと残そうとしてんだ。ジュニアスイートって結構あるの？そんなないでしょ。いや全然ないのかな。それで多分そこまでないわ。追加で頼んだやつがさ、部屋でなんか頼んだんじゃない？めっちゃええやんこれ。ドイタニが泊まる部屋はジュニアスイートと判明。ドイタニが泊まるホテルには一般の客室とスイートが数多くあるものの、ジュニアスイートはこの階しかない。さらに位置情報からおおよその部屋番号を割り出した捜査班はドイタニの部屋へと向かう。ルームサービスだと思い込んでいるドイタニがドアを開けると、こうしてシアトルからラスベガスに及んだ逃亡生活は総移動距離 1114.5 マイル、逃亡日数5日のところで逃亡者確保により捜査班の勝利となった。You can lead a blind man to water, and you can show the masses the whole reveal, but you can't make them think. Are we blind? Are we deaf and dumb? Is this fear really what we've become? I believe with all of my heart that we're better than this.
ということで日本に帰ってきました。1週間逃亡生活アメリカ編を最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと振り返りはね、このサブチャンネルの方で上がってると思うんで、今日は第2グループのアメリカのシリーズも終わりましたと、なんでぜひね他のシリーズを見てほしいと。なるほど。っていうことでちょっと他のね今までやった1週間生活のシリーズ紹介を、していきたいと思います。はい、まず1個目、1週間逃亡生活の第1弾ですね。東京編。東京編です。千葉津田沼編なんですけど、まあ知ってる人が多いと思うんですけど、もともとこのアメリカの企画は第2弾で、最初は僕らのなんか地元でやってたんですよね。なんでそれを見てもらえると若干アメリカでなんか被る要素あるよね。なんでちょっとそちらのね予告編をご覧ください。来てるね。絶対捕まえんだよあいつは。岩田来たね。おい、いた。おい。100万。ダルマに来ました。ありがとうてめえは。マジ？行かれた。見つかりました。絶対見つかりました。全員死んでお前終わって。最高ねはい、で次のもう一個ねおすすめしたいシリーズなんですが、去年の春に撮った、無人島からの脱出という、大変なこれねもう最後みんなびっくりすると思うんだよ。賛否両論の終わり方です。未だに来てるよ。何も食べられてますからね。未だにちょっと燃えてるよ。いやそれぐらいのことやってんだよ。衝撃のラストという衝撃のラストがある無人島の予告編をご覧ください。足組みができました。ということで、アメリカありがとうございました。元も第2グループよろしくお願いします。お願いします。